今回の動画ではセントマイケルというブランドとその魅力について、気の利いたユーモアあふれるグラフィックとこだわりの詰まった加工を経て生み出される T シャツのディテールを見ながら紹介していきます。セントマイケルはレディメイドのデザイナー細川雄太氏とロサンゼルスを拠点に活動するマルチビジュアルアーティストカリソン・ヒル・デビット氏という日米を代表する2人がタッグを組んだ気鋭のブランドです。細川氏といえば2013年に発表したレディメイドのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップマックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げ、ベイジングウェーブやフィア・オブ・ゴッド、オフホワイトといった数々のコラボレーションを実現。またトラビス・スコットの衣装制作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど多岐にわたる活動で知られます。一方カリソン・ヒル・デビット氏はロサンゼルスを拠点に活動するマルチビジュアルアーティストで音楽レーベルティーネージ・ティアトロップスの主催でもあります。彼の名作デザインとしてはメッセージ性のある画像に全く異なる言葉を載せたプラスチックサインシリーズが広く知られますが、032シートのコラボでリリースされたメモリアルスウェットシャツのデザインがカニエ・ウエストの目に留まり、初めてストリーミングのみで全米アルバムチャート1位となったアルバムザ・ライフ・オブ・パブローの関連アパレルコレクションを手掛けました。日本でも何度か個展を開き、2020年に東京ギャラリーコモンにて開催された東京オリンピックスは特に話題を集めますが、この個展の少し前の2019年7月、ある知人の紹介によりそんな2人が出会いました。そして単発ではなく継続した共同のプロジェクトがしたいと話し合い、細川氏の一点物のようなヴィンテージスタイルでブランドを始めたいなという言葉からセントマイケルがスタートしたそうです。今では綴りが変わっていますが、ブランド名の由来は大天使ミカエルで、ミカエルとデビッドの本名マイケルのスペルが同じところから付けられたといいます。スウェットや T シャツを中心とした古着屋でも人気のあるワードローブの軸になるアイテムをユーモアのあるシンプルにかっこいいと思えるグラフィックを使いながらヴィンテージのような風合いに仕上げたデザインが特徴です。ファッションという概念が成熟し、本当に新しいと言えるものがなかなか存在しない現代だからこそ、あらゆるヴィンテージからインスピレーションを得て古いものを新しく見せられるようにアイテム作りをされているといいます。それにあたってのこだわりは凄まじく、セントマイケルのプリントを作り続ける工場があり、そこでひたすらサンプルを作り続けているそうで、6、7回作ってようやく完成に至るアイテムもあるそうな。何かしらグッズ作りの流れを把握されている方であれば、この凄まじさが理解できるかと思いますが、このサンプル作成という作業は本来入稿するデザインが決まって以降の作業で、一般的な T シャツであればあらかじめ決めていたボディにしっかり色味が乗っているかなどを最終チェックする色構成確認のような段階になります。しかしセントマイケルはその工程でさらにグラフィックに合う加工、フェード感やダメージ加工を試しながら、大量のインクから絶妙な塩梅でバランスを考えて何度も重ね合わせ、少し油分を取りたいとか、そんな部分に至るまで細かくこだわり、さながら科学者の実験のようにアイテム作りをしているといいます。そうして個々のアイテムがベストな仕上がりを導き出してリリースされるわけですが、本当に手に取ったその時からヴィンテージのアイテムのようなとてつもない風合いが魅力的です。この風合いは着れば着るほどさらに増していく一方で、特殊なプリント手法や染料を使うことによって元々の加工レベルを超える色あせや経年劣化は起こりにくくされているそうで、過去完了形のような時間軸で育てられるアイテムであることも何かしらの違いを伝えてくれる気がします。こと T シャツというアイテムについて言うと、90年代中頃までのディテールとして古着屋でのディグポイントとなるシングルステッチだったり、汚れ加工、ダメージ加工以外にも古着やヴィンテージを感じさせるディテールが取り込まれていて、とりわけユーモアが効いているのはネームタグかと思います。この T シャツだとセイントと書かれたタグがついておりますが、実はこれは90年代のロック T などのボディとして使われていたジャイアントのネームタグのパロディになっています。縫製には特殊ミシンを使用しているそうで、
フラットシーマの縫製も適宜使いながら、滑らかな仕上がりと着心地が実現されています。フェード感もヴィンテージアイテムを象徴するディテールというかトピックスかと思いますが、これは土地の気候や洗濯機の規格、水質などの条件が揃って初めて成立するディテールで、人工的にこれを作り出すのは難しく、中でもとりわけ黒というカラーは特に難易度が高いと言われています。それをこうしていわゆる墨黒に仕上げられるセントマイケルの技量はとてつもなく、この色味と雰囲気を出せるブランドは国内外を見渡しても簡単には見つからないでしょう。こうした強いこだわりを持って一着一着に向き合っているセントマイケルでは、生産コストを考えず値段も決めずに、まずやりたいことを優先させているといいます。そうして各アイテムが生まれていることもあって、同じ T シャツという型でもアイテムごとに金額が変わってくるのはそういった事情があるわけです。グラフィックは多種多様、様々なものがありますが、セントマイケルというブランド名を彷彿とさせる神話系のモチーフが使われたり、プラスチックサインのデザインが落とし込まれたり、気になるアイテムがたくさん出てくるでしょう。このペインという方はドラマのヒーローズを彷彿とさせるようなヒーロー感、希望を感じさせるグラフィックを使いながら、背面には生きる苦しみや痛みについて書かれていて、このセレブリティの方で言うと、聖母マリアとイエスのイラストに有名人を意味するセレブリティと入っていて、どうしてそうなるといったあべこべさや、それはそうだけどといったツッコミどころが素敵な一着で、字体は異なりますが構造的にプラスチックサイン感の漂うセントマイケルらしい一着になっています。他にもイラストの権利表記に使われるコピーライトのところがリベレーションフロント、解放戦線になっていたり、丁寧に版権の使用ルールにのっとっているように見えて、細かく見ると絶対にそんなわけなかったり、グラフィック周りも好きになれる要素が詰まっています。値段は確かに高いのですが、細川氏とデビッド氏の好きが詰まったこの手のかかり方を考えて、古着のヴィンテージ T シャツと比較すると意外とハマってしまう方が多いのもうなずけます。加工部分など真似できないところも多いながら、グラフィックなど分かりやすい部分を真似た偽物も流通しているようですので、ぜひ正規店で入荷情報など調べながら狙ってみてください。ご視聴くださり誠にありがとうございました。